さあ、今回の海と船、インドネシアスラウェシ島の山岳地帯トラジャに来ております。我々普段はヨットに暮らしてまして、インドネシアをセーリング中なんですね。今回はヨットからバスに乗り換えての内陸の旅ということなんですが、なんとこのトラジャ、非常に特殊な民族風習を保持している民族なんですね。それは死者と息、見送り、弔うといった伝統葬儀、乱舞ソロにまつわる一族の儀式で、ミイラ化した肉親と同居し、水牛を生贄にして全財産を葬儀に注ぎ込む、このワードだけでも常軌を逸しています。世界でも珍しい風習が残っているとされる、そんなタナトラジャに滞在してきました。今回は長尺です。お時間ある時にのんびりご覧ください。それではトラジャの旅行ってみましょう。さて、トラジャはインドネシアの南スラウェシと西スラウェシにまたがる山岳地帯に位置してまして、前回訪れたマカッサルがスラウェシ島訪問の玄関口となっています。マカッサルからトラジャまでは深夜バスで約8時間、スリーパーという寝台車のような個室の作りで、山道の割にはあまり揺れずに快適でした。ちなみにトラジャのふもとのパロポという町までセーリングする案もあったんですが、アンカリング情報が少なく、安全に停泊させられるかどうかわからなかったので、ハーバーマスターが管理しているシンジャイという町の桟橋に停泊させてもらっています。トラジャの中心地ランテパオに到着してからバイクに乗り換え、ひとまず宿泊地へと向かい荷物を預けることにします。今日の宿泊地はランドルンドゥンという村落です。中心街からは約45分、かなり山道を登ってきました。トラジャの典型的な村コミュニティの作りで、この船型ともいえる両端が反り上がった形状を持つ中心的な存在の母屋がトンコナン。諸説ありますが、トラジャ族はもともと海からやってきた海洋民族で、その名残がトンコナンの船型に現れているのだとか。周りの建物は米蔵などの食料庫でアランと呼ばれています。もともとは家族親族で母屋に暮らしていたようですが、現在ではトンコナンをゲスト用の宿泊施設にして、一族は別棟に暮らすという形をとることが多いようです。このランドルンドゥンでも体験型のホームステイができるということでお邪魔させてもらいました。こっちは使わせてもらっても明るい感じだね。ありがとうございます。わあ、嬉しい。お砂糖入れてしまう。お砂糖入れました。入れすぎたかもしれない。There's lunch There's lunch もし食べたかったら作ってくれる。トラジャの総裁儀礼にまつわる風習に興味があると話したら、サイモンさんの村で葬儀の準備を始めているとのことで案内してもらうことになりました。このトラジャでは死者を見送るのに村を挙げて盛大な葬儀を催し、たくさんのゲストを迎えたり、水牛や豚を何頭も用意するのに多大なお金をかけるそうです。そしてその準備が整うまで何ヶ月もまたは何年もの間、亡くなった方の遺体に防腐処理を施してミイラ化させ、自宅で一緒に過ごすという風習が残っています。その間死者とは見なされず、病気で寝ているとの認識で毎日の食事を用意し、家族と共に暮らすのだそうです。現在亡くなったサイモンさんのお母さんも葬儀までの間自宅で一緒に過ごしているそうで、その様子を撮影しても良いとのことです。He died in 2019 ya. Yeah, 2019.
karena kebun sudah kotor. 日本人の我々には馴染みのない風習ですが、お姉さんは生前と変わらずお母さんに話しかけて過ごしているそうです。家族に囲まれて別れを惜しむ穏やかな時間が感じられました。怖がりだね。続いて訪れたのはボリと言われる石頭群です。貴族階級の墓石だそうで、遺跡になっているほど古いものだそうです。One stone, one dead person. One stone, one. ワンポーズね。メンヒルのこの高さが位を表してる。On the top, there's buffalo meat cut and distribute to the local people here. Yeah. Only small bamboo to make a roof. Oh, only small one. Not bamboo like that. Yeah. Like that, Oh. this bamboo, this roof also to cook food. Yeah. Oh. Makes fire. Yeah. Uh, Like this afternoon in the Tongkonan Kale Landuran, you can make. Yeah. Oh. なんだったっけ？ bamboo の町で。 How do you say the bamboo? Papillon. あ、パピオンだ。 Yeah, パピオンだ。敷地の奥には大きな岩をくり抜いた岩窟墓やキリスト教らしき家屋型の墓などがありました。Empty inside. Yeah. The size 1 meter half. トラジャ地方での土着の信仰はアルクトドロと言われる自然信仰ですが、オランダ植民地時代にキリスト教が入ってきて以来、住民の大多数がキリスト教徒となりました。それもインドネシア独立の際に ID 取得のために全ての市民は信仰する宗教を公言する必要があり、2017年までは6つの主要な宗教しか選択肢がなく、土着信仰のみを選択することができなかったそうです。ちなみにインドネシア全体ではイスラム教徒が大多数なのですが、トラジャ民族はもともと豚肉を食するということと、土葬の習慣がないなどのことからイスラム教は広がらなかったそうです。そういう感じなんだね。In map, there's a baby grave here. In yeah. こちらは赤ちゃんのうちに亡くなった魂の眠る木で、パシリランと言われる埋葬法だそうです。This style, the grave for babies continue nowadays. No more. No more. No more. Just Just here. just on the past. Yeah. On the past. Don't use anymore. Yes. ランドルンドゥンに戻ったら料理教室が始まりました。今日はパピオンというトラジャの伝統料理を作るそうです。鶏肉や豚肉などにニンニク、エシャロット、レモングラス、ネギ、レモンバジルといったハーブを混ぜ、竹筒に詰めていきます。私も竹筒詰めを体験させてもらいました。チキンでした。Ambil botol yang Tahun ni nak tahu? Ya. Supaya ada anti tokak. Lemongrass. Iya, dan kalau kuyang. Ini yang pesan ni. Natalap na rin na yan. Palakoy. Yang booking.
出来上がりました。竹の風味にレモングラスが効いて爽やかな味わいがあります。他にもパクというシダ系の野菜の炒め物やかぼちゃのポタージュ、オムレツ、パパイヤなどのごちそうが並びました。夕食時に同席したツアー会社のガイドさん、なんと YouTuber のバッパ翔太さんをガイドした方で、葬儀の様子を見に行きたい我々にお友達のガイドさんを紹介してくれました。何でも現地でギリギリ企画の我々、実はガイドの探し方がわからずガイド難民になるところでした。翌日にランブソロを見学できることになり、とても助かりました。さて今日はいよいよトラジャ最大のイベントランブソロに潜入です。ゲストの受け入れ時間がだいたい決まっているようで、それに間に合うようガイドさんと待ち合わせをしています。トラジャの滞在中、午前中には快晴でも午後になるといつも雨雲が出て降り始めるので、なるべく早くから動くようにしていました。Nice to meet you. Good morning. I will follow you from behind. Yeah, because Aras, yeah, over there. I see the camera like this. As a Japanese. Sorry. Louis. Koru. Nice to meet you. Nice to meet you. But today I try to combine. Okay. First ceremony, sacrifice, and also the receiving guests coming to the temporary. And then after that, we move to another village to see how they carry the coffin to the grave. So you will follow, play with the mud with the local people. Yeah? So 今日2カ所回ると。で最初はその屠殺、水牛の屠殺と、あといろんな人をこうゲストを呼んでやるセレモニーと、でその後別の場所行って、そこでは、棺を運んで埋葬するっていう過程かな、そこに行くということで、でまず最初のところ行くのに香典のために香典ではないのかな、ちょっとなんか何か寄贈するものを買いに行こうという感じで OK。タバコ。かわいいシガレットね、ワンカートンね。トラジャで一番人気のタバコ。おー、ナイス。My junior. So his family will the second ceremony funeral. Okay. So Kevin. Louis. Koru. So we like to make a style like a Japanese. Yeah, I learned Japanese a little bit. はじめまして、私はケビンです。すごいじゃん。私はインドネシアのトラジャから来ました。おー、すごい。26歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。That's a place where they will sacrifice later. 生贄の儀式としてこの広場で水牛が屠殺されるそうです。屠殺された水牛や豚はこの場でさばかれて人々に分配されたり、料理して儀式に招かれたゲストに振る舞われたりします。Born in Toraja and then go to Singapore.
work there, success there, die there. After that, the family will send back the body already died back to Toraya, and then the ceremony will make process in Toraya. ここシンガポールでね。 Why like that? So when we born, we have the twin, the placenta. Must put in the house. It's like our twin. And then people say your twin will look for you if you go somewhere, so you must go back. Baru dong. やっぱりなんか土地との結びつきが強いよね。Silakan. Kan udah pertanyaan どこで死んでも必ず遺体をここに家族が持ってきて、そういう水牛が連れてこられました。水牛はあの世とこの世をつなぎ、死者をプヤへと導くとてもシンボリックな存在なのだそうです。葬儀が盛大であればあるほど、つまり屠殺する水牛の頭数が多いほど、亡くなった人は早くプヤへと到達できると言われています。お供え物や贈り物は多い方がよく、それぞれの村が互いに水牛や豚などを贈り合うのだそうです。トラジャでは水牛に農耕作業などの労役を一切させず、非常に大切に育てられます。左側にいるのがアルビノ種という水牛で、この白くて淡い色合いのものは1頭何百万円もするのだそうです。親族は村に残る者、都市部に仕事に出る者と分担し、先祖から受け継いだ伝統葬儀を遂行するために年月をかけて準備し、儀式の際には故郷に集結するんですね。ちょっとだけ緊張じゃないけど、なんか見守ってピーンとしている感じでね。変わったね、雰囲気が。ちゃんとほら、黒い服を着てきました。We are alive as a believer. We have own belief like a Muslim, Christian, or Aluk Todolo, the original belief. But talk about belief, they have a space for that. We don't mix. This one traditional. Traditional way. Keep traditional way. Or later when they pray together, that's a belief way. Only like that. So we don't mix that. Okay, okay. この場では伝統的なやつをやって、その後おのおので信じてる信仰に即した感じでやるっていう感じで決めてるみたいで、今ここでいろんな価値観持ち込むと、ああじゃないこうじゃないって始まっちゃうから、ここはもう伝統的なその形でやると決まってるみたいなね。皆さんすごく和やかで、水牛と記念撮影。そうそう。Jangan kita lawak nanti. Tidak apa-apa, ini bukan urusan agama, ini bukan urusan air, urusan dunia. イベントにそれだけお金をかけてやる。カルチャーを受け継いでいる人なので、意味合いがすごく強い。Very honored to join this day. Dia suka, dia from Japan. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Oh yeah, this guy married with the daughter of that. Yeah. Ya, katanya, lakukan kamu silungku, sanak wampuku, dan kadang-kadang ekonomi kalian, musuh panik terang. Naramelo ya. Tidak keluar. Oh, mana nanti.儀式の緊張が解けたら昼食の時間となりました。ゲストの皆さんに食事が振る舞われます。スパイシーなフライドフィッシュに豚の串焼き、野菜料理などが運ばれてきました。私
州さん、ありがとうございます。パームヤシのお酒。初めてのパラ結構サワー。淡くない。サワーの。美味しい、美味しい。これはなんか癖になりそうな。ちょっとこう苦味もあるじゃん。苦味ある。次に向かった村では午前中はゲストを迎えてお祈りし、午後からは棺を墓地まで運ぶ儀式があるそうです。このように何日間もかけて葬儀のスケジュールが組まれ、毎日どこかしらで乱舞ソロが行われている状態のようでした。昼食後、親族が集まって輪になると葬送歌が始まりました。故人を悼み、生前のストーリーを皆で歌うそうです。何やら騒がしく人が集まってきました。棺を運び出す準備ができたようです。棺を担いでいるのは若い人たち。横から上から水を浴びて、まるで水かけ祭りのようです。チリ。あ、チリかわいい。さて、ランドルンドゥンでは今夜も料理教室が始まります。本日のメニューは野菜の和え物と水牛料理です。シンコン、キテラ。キテラ？キテラ。キテラっていうお野菜みたいですね。これまたなんか違う葉っぱ？葉っぱだけ使うんだね。茎は入れない。あ、そうだもん。うでー。イソン。イソン。イソン。アル。ある。ある。アル。いい感じ。いい感じだよ。また赤。映ってる映ってる。Maalambok. Maalambok. Sita atom. Sita atom. Super nice. きれいね。やっぱね、違うんだよね。その調理器具によってみじん切りにするのと、フードプロセッサーと石臼でこうすりつぶすとか、押しつぶすとかって食感とかね、味の出方が違う。味の出方がな、違うな。なんかニンニクをさ、今日聞いたことある。包丁でバンって潰すのが一番香りが出るって聞いたことがあるよね。おー、それも潰すんだ。Ada. いい人の形や。Kamu setir komentar di semua dia,形。
Nakota na ko na ko. Sige. Sabali na si Mati. Masanida ko to.どんな料理になるんだろうね。バッファロー出ました。来たよ、バッファロー。わあ。Duku. Duku. Duku. Duku? Duku. Duku terong. テロン。 Duku terong. ドゥクテロン。 Duku terong. ロン。 Ya. ドゥクテ Buffalo. ロン。バッファロー。 Buffalo meat. バッファローミート。ドゥクテロン。 Ya. もういいね、いいね。これが。レモングラス。Buffalo meat. そっか、テロン、バッファローね。ドゥク。マントロヌドゥク。 Mantolo. Duku. ドゥク。 Duku. ドゥク。ドゥク。テロン。テドン。 Duku terong. テロン。 Terong. テロン。一人でこの量。まあ4人でこれ2人分だったんだこのご飯ドーンドーン Like. セロリだねセロリ。 Nani? ナイフナイフ Take. あっねこれはーいおー素晴らしい。いいですねクマンデー。クマンデー。 Mande. Please. クマンデまあー。ねいただきますセイジャパニーズいただきいたます。だきます食べよ Kumande. Utan batay. う。タンバッタイ。 Duku terong. ルクテロルンクテロン。ルクテロンルクテロンルクテロン。ルクテロンこれは Sayur. サヨル。ウタン。 Soup utan. ウタンスープ。ウタン Utan. ウタンって野菜なのねボーボーボー。いただきますマジボーボー大量なんですよ。このスープ見てすっごい美味しそうなんだけど、ね。この薬味がさすっごい美味しそうじゃない美味しそう。 Bisa lupa itu armiru sih. いただきます美味しいマミね、マンミーだよね。めっちゃマンミー。美味しいジャパニーズマミ美味しいおお、マンミー。さて今日はケテケスという築数百年と言われるトンコナンが立ち並ぶ村にやってきました。現代風のトンコナンのようにトタンで作られた屋根とは違い、木造の屋根には苔が生えていて美しいです。ここはトラジャ観光の拠点になるところで観光客がたくさんいました。なんかトンコナンがいっぱいあるって感じだね。ほんまや。母屋がさ、ほんまや。トンコナントンコナントンこっちはアランでしょ。米蔵と、こっちがアランで。こっちはトンコナン。こちらはタウタウと呼ばれる木造の人形で、個人を模して作られているのですが、墓を見守る役目をしているのだとか。高台に近づくと崖沿いに木製の棺が吊り下げられているのが見えてきました。前述のようにトラジャ族は土葬の習慣がないので風葬という形をとるのだそうですが、伝承によると崖に吊り下げられる墓を持てるのは身分の高いものだけで、庶民は丘のふもとに埋葬されていたそうです。
高ければ高いところに埋葬されるほどブヤへの道が容易になると考えられており、かつての階級制度が垣間見れる光景でもあります。吊り下げられていた棺は雨風にさらされて次第に朽ちていき、このように下ろされるのだと聞きました。埋葬された後にもマネネと言われる風習があって、遺体を定期的に取り出し、服を着せ替えたり、風通しを良くして先祖の世話をします。我々の滞在中には行われませんでしたが、通常稲刈りなどの繁忙期が過ぎた頃に行うそうです。This one kayu cendana, sandalwood. Ini ebony. Ebony. Ini ebony, buffalo horn. かっこいい。結構重たい。いやー、これ高いんだ。いや、バッファロー。ちょっと。でも私はそのバファローの何かを類に持っててほしいけどね。なるほど。あ、ini bambu. 上等だね。後ほど水牛の絵の内部を無事お買い上げしました。この日はランテパオの老舗ホテルへ滞在してみました。トンコナン型のビラが立ち並び、雰囲気は抜群です。ちょうど結婚式が行われていました。結婚の儀式はランブトゥカと言われ、こちらも一族同士の結びつきを祝う大切な通過儀礼です。今回お世話になったソバさんがホテルを訪ねてきてくれました。ソバさんはトラジャの民族風習を周知することに尽力されていて、2年前に写真家のコーリン・キーさんとの共著で写真集を出版されたそうです。テキストも充実していて、民族のアイデンティティや改宗の政治的背景など非常に読み応えがあります。Connecting to the buffalo horns. What is the important thing in Toraja? Buffalo. You need the transportation go to Puya with the buffalo. And then the second one, if you want to buy the land, like a rice field, or you want to make a bargaining in the past, people will asking how much for this land, and then the owner will say, one buffalo with the horn like this, with the horn like that. So people buy with the buffalo. That's important. And then the symbolize of the buffalo is successful, like that. Success and proud. So the symbol of the buffalo. So that's why in the house you will see many buffalo motif like that. And then like you see in front of the house like that one, symbolize of the leadership. Leadership in community, in a family. So we have that's the interior in the house. Like you already went to Landorundun. Mama Mangya, you know this lady. You sleep in Landorundun. Oh yeah, Mama. Ma? Landorundun no Mama? The mother of Mama Ibu Sarjani died, but they make a highest procession ceremony funeral. This is the mother make a sitting like this. Already died but sitting. This is the unique one. Many blogger, photographer, YouTuber, they want to find this one. Just lucky if we can find this. この他にも現在での伝統葬儀の形骸化、生贄の水牛の頭数を競うような動きがあることや、スピリチュアルリーダーの後継問題など、信仰が失われつつある中での懸念点についても教えてもらいました。Same like me as Torajan, I'm respectful to my custom, to my way. Even I have my own belief, but I'm still practice all the good way they have. As long I keep that way, so I will survive. And then the ancestor will talk to my here, will talk to me to explain to
to people like you and other tourists come like that. So I'm clever, not by myself. I believe my ancestor also teach me like that. いいグッズストーリーだね。この日ランチで立ち寄ったレストラン。目の前に田園風景が広がる気持ちのいい立地です。ランチセットがあったのでランチセットを頼みました。私はこのねパピヨン、鶏肉のパピヨンあったので、これパティスっていうお野菜も大好きなのでこれをいただきます。本当に美味しい。あっさりしてるけど濃い味がするよね。なんだろうね。パピヨンアヤム、鶏肉のパピヨン。そうか、バナナの茎が入ってる。ね。で、パキスって書いてあったけど、今日はチャーカンクンなんだね。アヤムゴレンメンテが。で、ご飯と、こっちがね、イカンパマラさん。こんなにすごい大きいイカンが出てくると思ってなかった。トウモロコシのね、かき揚げね。パケデルジャブンです。すごいの来たよ。すごいね。びっくりしちゃった。イカンペペス。わあ。すごい。ゴージャス。ゴージャス。美味しそう。わあ、すげえうまそう。やっぱ。バナナの葉っぱで包んである。すげえうまそう。蒸し焼きにしたお魚料理です。何？ココナッツ？めちゃくちゃ美味しくない？なんだろうね。デミグラスもすごい吸って入れてあるし。さて今回の動画はここまで。5日間のトラジャ滞在盛りだくさんでしたが、ルイはどんな印象でしたか？人もいいし、食べ物も美味しいし、観光資源が豊富だね。儀式に関しては生贄の頭数とかかけたお金で格を測ったり、お墓の高低差で身分を表したりと、格差のある社会が浮き彫りにされていて、最初はちょっと怖いなという印象だったけど、人間社会の過程としては自然な流れの中にあるのかなとも思いましたね。また社会が成長しても結局生命というものは直接的な体験から学ぶ、感じるものだよなぁと思いましたね。そうだね。一般の家庭ではここまでの儀式をすることはないだろうけど、こうして伝統が受け継がれることによって社会秩序が保たれている印象があります。かなり奥まった村にも他の村から清掃したゲストがこの日のために大勢参列しておもてなしを受け、裏では一族の女性たちが総出で切り盛りしてる。お互いがそれぞれの役割を理解していて、そして活気があるんですね。人が集まって何かしようとすると、こんなにも大きなエネルギーが生まれるんだなと思いました。死は人生の終焉をイメージさせるものなのに、トラジャでは結びつきを強めたり、何かを生み出して循環させるような役割を担っているとも感じました。こんな感じで久しぶりの内陸の旅を楽しんできたわけですが、この先スラウェシ島を離れ西へと移動していきます。次回はまた海の上からお届けしますので、どうぞお楽しみに。お知らせです。今年から音声配信プラットフォームボイシー始めています。こちらは収録そのままの形で出してまして、ほぼタイムリーに我々の旅の様子をお話ししています。動画では触れられなかったエピソードなんかも盛り込んでますので、こちらもぜひ覗いてみてください。概要欄にリンク貼っておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。またね。チャンネル登録、いいね、通知設定をよろしくお願いします。